まあ正直頭が真っ白になったって感じだね。まあやっぱり成長しないってね、体はね、成長ホルモンの分泌がされてないんじゃないかっていうふうにおっしゃられて、でまあ最悪のこともあり得ると、いつ起こってもおかしくないという。でまあ今日はね点滴と、あと代謝が良くなる注射、してきて、今はねかなり元気です、元気になったんですけど、まあこれがねやっぱり何日も続かないとあれだし、まず食べること、これができないことが結構、やっぱりね、まあ目標の3分の1も食べてないので毎日ね、やっぱり食べられない、気力がない、ね、やっぱり外に出しても走り回る時間がかなり短いし、ということでね、まあ、対策として、ね、今まではカリカリフードを食べさせてくださいと、まあ、お腹の調子も悪いのでって、まあ、ふやかしたものをあげない、ウエットな食べ物をあげないっていうことだったんですけど、まあ、食べることがまず大事だと、で食べないとまあ無理なので、あとでちょっとお水も飲めない状態かなっていう、まあ、飲んでるイメージはあるんだけど、まあ、やっぱり水を飲む量も少ないと、でまあちょっと脱水の症状も見られると、なのでまあ食べ物をねウェットに切り替えますと。でもちょっとそれでお腹が緩くなる可能性があるんだけど、もうどっちかっていうと食べさせるこっちに重点を持ってくるっていうね、食べさせる、水分取らせる、そういうの方に、そうだね、今は全力をそう本人が取れないからやっぱりそういうふうに工夫していくという形で、匂いすんのかな缶詰が入ってるんだけどね、これがねロイヤルカナンのウェットパピヨだね、缶詰なんですけど、これをあげることになりました。とりあえず食べること、そしてとりあえず動くこと、それが一番ね、いいわけで、りんちゃんすごいね。匂いはしないでしょ。これは分かんないよね、ワンちゃんにはするのかもしれない。開けないでよ。あなた開けそうやからね。薬をまた新たにね、違う種類の薬を追加されたっていうかね。あとまあその薬は代謝を上げて元気にさせるっていうホルモン剤、を今日から打っていくことに飲んでいくことになります。やれることはやったと。でまあ今後またねこの様子がおかしいなってなったら、大学病院とかの方に紹介して詳しく検査をするっていう形になると思います。今回だからね。これで良くなってくれればね。そうまああと1週間また様子っていうかまあ見て、まあ途中でねその様子見てる間にってなったら良くなったらすぐもうね連絡して電話でもいいっていうことだったので、それで大学病院の方の紹介状を書いていただいて、まあ手は尽くしたと、まあね獣医師さんも一生懸命頑張ってくれたんでね、期待に応えられるようにね、ゆうちゃんね多分大丈夫だと思うから。まあ僕らショック受けたけど、まあ僕らがね元気ないとね、伝わっちゃうから。でもね、まあ万が一ってことがないように、もちろん、最悪の状態を考えてくださいとは言われたけど、頑張るねりゅうちゃん。そうならんようにね頑張るね。まあちょっと大きくなったように見えるのは今日の点滴打ったのでちょっと体が大きく見えますが、やっぱりね体重も増えてなくて 700g です。でも増えてないと本当にいけないって。そうもうせめて 300g は増えてないとおかしいと2週間でねって言われちゃったね。明るくいきましょう。メソメソ泣いててもしょうがない。そうだね。何かありか。やっぱり注射の影響があるね。あと点滴とね。だいぶいい感じ。元気になったでしょ。
感じ。久しぶりのお姉ちゃんとのワンプロできるかな。まあでも動く。まあでも点滴がこうまだ入ってるね、体にね。大きいね、太ってるね。だからちょっと動きにくいかも。モコモコしてる。違和感はあるかもね。ただりゅうちゃん。あっちが好きで。りゅうちゃん大好きなんだけど。あ、お腹減ったのかな。あ、そうだよ。ね、そう。ちょっと早いんだけどな。食欲が出てきたね。走っていく。でもご飯のとこ行くもんね。食べる？食べさせる？食べるって？まあ時間はまあね。まあね、食べられる。近いんだよね。書いてあげましょう。じゃあちょっとほらやっぱり尻尾振ってる。まあ待ってよ。いいこと。いくちゃんやっぱり匂いがするとね。匂いがすごいよね。ジャンプした。りゅうちゃん？ジャンプする。ほら元気になったほら早くちょうだいって。早くって。こんなの初めて見た。はい、りゅうちゃん、お座りですが、お座り。りゅうちゃん、お座りよ。お座りよ。お座り。そう。こんな初めて見た。はい。すごい勢い。すごいだね。やっぱりお腹空いてたんだ。いや嬉しい。注射がやっぱ効いたね。注射が効かないかもしれないって言われてたからさ、まあとりあえず効いてよかったね。でもだってこんなねペラペラするのも初めてだ。初めて。ずっとそうなるじゃん。みんなの力があってね、ゆうちゃんもね元気になったから、まあでも油断はできないけどね。しりゅうくんって名前、結構ね不吉な名前だとか言われる。まあこういう感じだからね言ってくる方もいらっしゃるんですけど、4っていう数字がね。で4っていう数字はまあアジアだよね。日本とか韓国とか中国とかではまあ不吉な数字だと言われてるけど、でも実は安定とか安全とかいう意味もあって、非常にねいい数字としても扱われてるし、まあ欧米とかでは逆にキリスト教とかでは4っていう数字はすごくいい数字なの。国によっては全然ねその捉え方も違うし、で何よりもこの子竜っていう名前にはやっぱり意味が込められてて、今子供が1人います、人間のね。で僕らはまあ2人目をね、頑張ってきたんですけどもう44、っていうことでまあ無理じゃん。そういうのもあって本当はね次、まあ、人間の子として生まれてきたらこの名前を付けようと思ってたのよね、子竜くんっていうね。で女の子が生まれたら凛って名前を付けようと思ってました。まあ説明してなかったからね、誰も知らないけど実はそうなんですよ。じゃあもみちゃんとゆきちゃんはどうなのっていう時は、もみちゃんとゆきちゃんの時はまだね頑張ってたんだよね、次の子をね作れるようにね。まあ人間の子供が一郎って名前じゃないですけど名前じゃないんですけど、まあ一番私は兄弟っていう感じで、そうまあ最初はもうなんか次男三男みたいな感じだったね。そうだからまめちゃんと次男三男ゆきちゃんはまあ数字豆次郎でも画数にはめちゃくちゃこだわったんで、すごくいい画数です。豆次郎っていう字も
その漢字であんまり書かないもんね。そうそうそう、書かない。ちゃんとした決まった字があるんですけど。本当はね、豆次郎っていうのは豆に次に朗らかにっていう書いて、次男的な表記、登録はそうなんですよね。で幾三は三っていう文字がね難しくて、だから三郎ですね。でも三郎も幾三も演歌歌手で言いますけど、でも幾三が画数良かったので幾三にしました。あと見た感じ、幾三って感じがしたね。ぴったり。なんかね。だから凛と志龍君はそういう感じで、僕らがねそういう願ってた名前でもあるので、それを授けたって感じかな。もう尻尾振ってるよ、ワンプロ見て。こうとね危ないけどね。ゆきちゃんも気にしてる。そう、絶対気にしてるよ。危ないよ。ワンプロしてる時ほら絶対不満もん。この先生ねバカじゃないから。ね、凛ちゃんも本当にちゃんと気遣いながら動いてるからね、こうやってたのが絶対に危害を与えないよ。まめちゃんが危ないよって。もうこういうのも昨日と違うもんね、全然ね。僕もしたいって言ってる。ね、表情が変わったよ。完全に。ほら優しいよ。ね、なんか涙出そうよね。こんな優しい兄弟がいてね。いつも見てくれる皆さんに元気と癒しをお届けするよ。僕らと一緒に笑